古代インドで生まれた遊戯、チャトランガは、東方へ渡りシャンチーとなり、南方へ渡ってマークルックへとその姿を変えていった。木製の駒に漢字で駒名が書かれたシャンチーは、朝鮮へ渡って、チャンギとなり、半島から日本への侵略を虎視眈々と狙っていた。マークルックは、ヨーロッパで発展したチェスに似ているが、最前列の駒が3段目に配置され、敵陣3段目でなれるという、画期的なシステムで、海の向こうから日本を射程に収めていた。日本は、西からは大陸からのシャンチーによる侵略、南からは海からのマークルックによる侵略、の危機を受けていたのであった。将棋の誕生。飛鳥時代あたりに日本に伝来したとされるボードゲームであったが、日本人のガラパゴスセンスが開花し、ついに平安時代、日本で将棋が誕生する。伝来当初は、縦横8マスだったのが、玉将を中心に左右に金将を配置したことで、横9マスへ拡張され、最終的には縦横9マスの、現在の形へ落ち着いたのだった。その名も平安将棋。縦横9マスで、飛車と角用がいないことを除けば、ほぼ現在の本将棋と一緒であった。しかし、チェスのように取り捨てのルールだった平安将棋は、対局が進むとどんどん駒が減り、相手を詰ませられなくなったり、千日手に陥ることが多く、解決のために駒数が増えていくことになった。縦横9マスの平安将棋を、13マスに拡大した平安大将棋では、ついに現在の角用の動きができる、走り駒である飛竜が追加されたのだった。平安大将棋では、後に名前や動き方が変更になってしまうものの、後世へと受け継がれる新たな駒が導入された。ただ、縦を13マスにしたせいで、敵陣が遠くなりすぎ、歩く駒では進軍に時間がかかりすぎ、縦を10マスへ短縮する案まで出る始末であった。巨大化への道。鎌倉時代には、平安時代の大将棋の駒名が一新され、鉄将は悪老、銅将は新居、猛虎は明神へ変わり、鉄将と銅将には新たな動きが当てられたのであった。鎌倉大将棋は、平安大将棋の縦横13マスから15マスへと拡張され、盤面拡大を補って余るほどの、機動力を持つ駒が多数追加された。広くなった盤面に対応すべく、縦、横、斜めに自在に走れればよいと、無数の走り駒が開発された。飛車と角用の動きを合わせた本王や、2回連続で動かせる獅子の登場。竜王や竜馬はなると、特定方向にのみ2回連続で動かせる飛獣や角王になれた。大将棋で数々の強駒を生み出して調子に乗ってしまったのか、ついに大将に代表される、チート能力を持つ飛び越え駒が開発されてしまうのだった。飛び越え駒である、大将、副将、飛将、角将は、自分よりも格下の駒を全て飛び越えて、それらを一気に取れるというチートぶり。さらに、本王や獅子をパワーアップした本獣、獅王まで登場。3回連続で移動でき、毎ターン周囲の駒を焼き尽くす柿や、周囲の駒を EV できる四天王といったチート駒も新登場した。大将棋を、縦横ともに一列増やした天竺大将棋だったが、本獣という新駒が敵玉を射程に収めており、初手で先手が勝ちなのではという打作っぷり。大型化の転換。天竺大将棋ではもうダメだ。と思った者たちの中に、大将棋を別方向に発展させようという流れが出てきた。東西南北にまつわる駒を導入したり、飛車の動きを2回できる紅葉や、角用の動きを2回できる天狗を導入したりした。また、8方向に2回動ける獅子のライバルとして、8方向のどれか1方向に3回まで直進できる狛犬が加わった。声優と白虎も追加されたが、なぜかスザクと玄武は追加されず、後々までわだかまりが残ることとなる。大将棋の新たな進化系である大将棋は、偶数列でもないのに、左右非対称に駒が配置される斬新なデザインを採用。
さらに、これまでの敵陣に入ったらなるルールが、敵駒を取ったらなるルールへと変わり、大々将棋以降は、自陣、敵陣の区別がなくなったのであった。斬新すぎる大々将棋は、駒の種類が増えた上に、成り先が分かりにくいという欠点が発覚。なるべく成り先を統一しようという流れが進む。小がつく駒の成り駒は、進める方向はそのままに、1マスから何マスでも進める、本がつく駒に変更となった。さらに、他の小駒も同様に、引きの方向へ走れる駒になるようになり、覚えやすくなったのであった。わかりやすくするためなのか、もう面倒になったのか、大体の駒は全て金将になることになり、一部は降格人事となった。そして、ついに玉将にも自在天皇という成り駒が追加された。また、さらなる駒強化も進み、最強と呼ばれる獅子と本王を合体した法聖や、獅子の相方の狛犬と本王を合体した強王が生み出されたのであった。マカ大々将棋は、大々将棋よりも縦横ともに2列増加したにもかかわらず、駒数は変わらず、駒種はむしろ減少という、リストラによるスリム化を敢行した。マカ大々将棋で、駒種を減らしてしまった反動なのか、駒種を倍増させる計画が浮上。縦横6列を追加して、総駒数も約2倍へと増員することとなり、さらなるインフレが進むこととなった。こうして誕生した無状態将棋は、縦横25マスで、一時は世界最大の将棋とも称された壮大さ。大々将棋でははぶられてしまった朱雀と玄武も、満を持して登場。青龍と白虎に加えて、朱雀と玄武も揃い、四聖獣が勢揃い。金禄や銀となどの新駒も追加され、90種類を超える駒が登場することになった。マカ大々将棋では、玉将の成り駒だった自在天皇がついにスタメンへ。大手にならないマスならば、盤上のどこへでもワープでき、敵も取れてしまう鬼畜性能。ただ、相手の自在天皇も同じなので、お互いに牽制し合って逆に不自由という1000坊主に。新種の出現。ここで、将棋ばかりにいい思いはさせないとばかり、日本オリジナルの第三勢力が台頭。駒名を真相改定して、異系統に進化した将棋が登場。不要や玉将、金将や金将など、おなじみのネーミングも全て封印し、同じ動きの駒も、あえて全て解明したのであった。一部、新たな駒を導入するも、既存の駒と同じ動きの駒は、全て解明する徹底っぷり。和将棋では、不要と角用を足した費用や、もう用が2マス目も飛べるようになったインコなどの、これまでにない斬新な動きの駒がいくつか追加された。和将棋は、縦横11マスで、最前列の外から4列目のみ、1マス前に突き出した前衛的なレイアウト。2段目は、左右に加えて中央にも駒を配置し、自玉をしっかりガードしている。また、和将棋では、再び敵陣に入るとなるシステムに戻った。そしてついに、天竺大将棋や大将棋、和将棋まで取り込んだ、アルティメット形態がついに登場。将棋として史上最大、世界でも類を見ない巨大将棋がここに完成した。玉将は、全方向に2マスまで移動する能力を獲得したのであった。新しい駒には、牛、馬、豚、鶏、犬といった動物たちも駆り出され、さながら動物対戦の状態。対局将棋は、縦横36列、自陣、敵陣は11列、総駒数800枚超えという壮大な将棋。和将棋と同様、敵陣に入るとなることができるシステム。プロ棋士同士が対局したところ、3日間がかりで、32時間41分かかったらしい。既存の駒を取り入れるだけでなく、さらに新作の駒も次々と生み出し、209種類にも増えてしまい、制作者でさえも駒の名前と動きが一致せず、マニュアルがないとさせない始末に。小型への回帰。対将棋、対局将棋と、インフレするバトル漫画のごとく巨大化しすぎた大型将棋は、誰にも刺されなくなってしまった。大型界の反省から、大将棋を簡約化して、獅子や本王、麒麟や鳳凰など主要な駒のみ残すことにした。
それが、大将棋を少しスリムにした中将棋である。縦横15マスから12マスへ減少し、偶数列となった。今でも指されている唯一の小将棋である。麒麟からなれる獅子と、鳳凰からなれる本王という、最強の駒を有しながらも、唯一ゲームバランスが取れた小将棋とされる。成り駒に優秀な走り駒も多く、終盤は広い盤面を駆け巡り、敵陣に攻め込める仕様となっている。しかし、獅子にまつわるルールがやたら難しく、初心者に敬遠されてしまった。中将棋でもやはり対局に時間がかかりすぎるため、もっと縮小しようというムーブメントが勃発。大使になれる水蔵以外はリストラして、コンパクトな小将棋が開発された。水蔵の成り駒の大使は、玉将の動きができる上に、玉将に代わって戦いを続けることができるため、相手は、玉将と大使の両方を取らなければ勝ちにならないという仕様。中将棋を平安将棋並みに縮小した小将棋は、ほぼ本将棋と一緒の配置で、玉将の上に水蔵を乗せただけのシンプルなレイアウト。なお小将棋には、毛量を金将の上に追加したタイプや、毛量を銀将の上に追加したタイプも開発された。そして、持ち駒を使用可能にした朝倉将棋も指されるようになった。ただし、水蔵の再利用は禁止されていた。小将棋の水蔵いらなくない？という後奈良天皇の一言で、水蔵がまず取り除かれた。そして、朝倉将棋を真似て持ち駒を再利用できるようになり、ついに現代に伝わる本将棋が完成したのであった。本将棋は、結果的には平安将棋の2段目に、飛車と角用を追加しただけのレイアウトとなった。やはり、盤面配置としては最初の時点でほぼ完成形だったのだろう。これこそ原点回帰。平安将棋から始まり大型化の道をたどった小将棋は、巨大化しすぎて衰退して、逆に縮小化していき、最終的に現代に伝わる本将棋へと変化を遂げた。月種の出現。江戸時代、大橋宗栄は、小将棋でも持ち駒の再利用を導入し、不良に相当するツバメは、2歩ならぬ3ツバメ禁止ルールが作られた。この鳥将棋は、縦横7マスのミニ将棋ながら、小将棋には珍しく、持ち駒の再利用が可能であった。また、お互いに自陣3列目の最前列の駒が、縦に重なり中央にはみ出しているのも珍しい。2歩ならぬ2ツバメまでは許され、3ツバメは禁止というルールの分かりにくさに加え、ツバメはなると3方向の2マス目へジャンプする動きになるため、詰ませにくいという不満が出てしまう。なお、生地は前にマス目へジャンプできるため、意外な詰ませ方ができたりする仕様。生地以外の駒は、基本これまでの将棋の駒と同じ動きだったが、なぜかうずらだけは左右で動きの異なる駒にしてしまい、覚えにくくなってしまったのであった。江戸時代、小宮祖来は、囲碁と将棋の融合を試みた。そして、弓や石弓、砲による遠隔攻撃を、将棋の世界に導入したのであった。その名も高将棋。なんと、囲碁の19路盤を使用して、碁石を駒として戦うウォーゲームとなった。歩兵のほか、騎兵や戦車、戦象、弓や矢石弓などの飛び道具、盾まで登場するリアル系と思いきや、魔法使いや僧侶も登場するファンタジーだった。しかも、相手の将を取る以外にも、中軍と子または木のいずれかを取っても勝ちになるという、難解なルール。弓や石弓は、移動後に離れた駒をえぐいでき、砲に至っては途中の駒を飛び越えてえぐいできた。そして、仏狼機に至っては、2回連続でえぐいすることができたのであった。そして現在へ。日本における古将棋対戦を制した本将棋は、その完成されたルールとともに現在へと生き残り、今なお多くの人々に刺され続けているのであった。古代インドで生まれたチャトランガは、西へ渡り、アラブでシャトランジへ、ヨーロッパでチェスとなった。逆に、北東へ渡った者は、中国でシャンシーとなり、朝鮮でチャンギとなり、南東に渡った者は、タイでマークルックとなった。最終的に極東に伝わった者は、将棋となり、
持ち駒の再利用を可能とする画期的なルールのもと、現在に至る。